どうも、ボタニカリスティクスです。今日はね、フィカス・ロイを、紹介したいなという、フィカス紹介の動画ですね。前回、ロイについては考察の動画を撮りました。せっかくなのでね、この流れでね、単純に、僕の大好きなフィカスなんて、このままフィカス紹介のシリーズでお送りしたいなと思いました。前回のね、考察動画ではベンガレンシス・ロイなんて言われてるけど、本当にベンガレンシスなのみたいな。そういった論点を中心に取って話をしてますんで、そっちも参考に見てみてください。で、まずはね、ちょっとカメラ向けましょうかね。葉っぱをね、ちょっとお見せします。どうぞ。これがうちのロイです。ちょっとね、若くてね、ぽわぽわしたね、そういった葉っぱはね、もうあんまね、ないんですよ。で、ほとんどもう出来上がってますね。っていうかね、一瞬で出来上がっちゃうんですよ。柔らかい葉っぱはね、ほんと一瞬で、すぐシャッと硬くなるっていう、ツヤツヤしてますね。で、これ意外とね、このね、その表面もそうですけどね、やっぱ裏、少しね、産毛がね、あって、触り心地がいいんですよ。ベンガレンシスほどじゃないかな。ベルベットとかエベレストとかも全然あそこまでふわふわはしてないんですけど、でもね、それを感じますね、産毛を。生命力がありますよね。はい。こんな感じで。はい。そんな感じで。で、どうですか？生命力に溢れてないですか？この力がみなぎってるみたいな。そういったところをね、感じるんですよね、このフィカス、ロイには。だからそういうところも含めて、好きですね。で、もともとはね、本当はね、好きじゃなかったんですよ。で、最初のね、出会いはね、埼玉のとある植物屋さん、観葉植物屋さんですね。そこに、行ってですねで、そこで見つけたんですよ。そのお店ね、謎に、何でも安いお店でですね、僕割と好きなんですけど、普段からですね、フィカスも多めで、なんて言うんだろうな、おそらくね、ただの小売店じゃなくて、がっつり育ててるんでしょうね。野生のまんま育ててるみたいな感じで、あんま飾らないフィカスがたくさん並んでるんですよ。みんな好き勝手育ってるっていう感じの、ハウス型のね、お店なんですけど、いつかね、行ってみました動画もね、撮りたいと思ってるんですけどね。そこで、奥の方にですね、でっかいこんなね、木があって、それ見てみたら、値札に、手書きでね、雑にフィカス・ロイって書いてあったんですよ。で、その時に、まだ初心者だったし、ウンベラータ、ベンガレンシス、アルテシマぐらいしか知らなかった時で、フィカス・ロイみたいな。いや、そんなん知らねえよとか思いながらね、ちょっとその場でね、調べてみても、あんまりちゃんとした情報出てこないし、なんだこれ、レアだと思って、もうそのね、勢いでね、買っちゃったんですけど、それがね、10号鉢のすごく大きいやつだったんですけどね、その石棺っていうか、この節と節の間とかもないような、もう連続して生えてるみたいな、全然飾らない感じでね、葉っぱもね、洗練されてないし、もう、なんていうの、可愛くないなって思ったんですよ。で、買ってきて思ったんだけど、これやっぱ、好きになれないなみたいな、その時はそう思ったんですよね。その後もね、大きいお店でね、たまにそのロイを見ることがあったりして、わーと思うんだけど、でもやっぱり大きいのが多くてね、アフリカンプリンスもそうだったんだけど、10号鉢がほとんどですね。で、そこに来てね、いつかね、6号鉢ぐらいのロイを入手できたんですよ。それはね、本当にね、綺麗で、僕がね、それまで思ってた、抱いていたロイのイメージをね、ぶち壊すような。で、というのはね、若い葉っぱがたくさんついてて、それがね、すごく色が濃くてね、おそらくね、直射日光とかしっかりね、日光を浴びせた個体だったと思うんですよね。ツヤツヤしててね、深い緑がね、光を反射して、車のボディみたいな、そんな感じだったんですよ。それはね、もう本当にね、すごい魅力的だったんですよね。そっからね、ロイのことを好きになってです。飾らないね、大きな10号のタイプも、いいなって思うようになってったっていう。今ではね、この飾らない感じも含めて、もう今ロイが好きなんですけど、その段階があるんですよ。最初は飾らない感じあんま好きじゃないみたいな。で、飾った感じのロイを見てから、大きい飾らない感じも好きになったみたいな。そうそう。振り返ってみるとね、一番最初に出会ったロイが、多分ね、その後出会ったね、あらゆるロイをね、
比べてもね、群を抜いてね、一番可愛くなかったんですけどね、あれ以上飾らないロイをね、他で見たことないですね。逆にね、その最初の出会いがね、良かったのかな。結果的に、このロイを好きになるっていうこの流れの中でね、いずれにせよね、その可愛くなさっていうのかな。それこそね、その原種の力強さなのかなと思うんですよね。野生の力が抜けきれてないような。それがある種のですね、ロイの魅力なんじゃないかなと僕は思ったりするんですよね。考察動画でやったばっかりなんでね、エピソード2以降っていうのはちょっとしばらく放置してからやろうかななんて話もしてたと思うんですよ。でもね、あの動画をね、撮った直後にね、インスタの方でね、ロイについてね、DM で情報をくれた人がいてですね、早いうちにね、ちょっとね、続編をやるべきかなともちょっと思ってるんですよね。なので、考察動画のエピソード2、ちょっとね、放置しないでね、もしかしたらちょっと早めにやるかもしれないんですよね。っていうのはね、僕はね、ロイの本当の品種が何かっていうのをね、まだいろいろ探している最中ではあるんですよ。例えばね、マグノリフォーリアじゃないかなとか、あとはネルボーサじゃないかなとか、いろいろ考えてたわけなんですけど、そこに来てそのね、インスタのね、人がね、コンソシアータっていう品種、これだと思ってるんですよね、みたいな。そういった一言ちょっとありまして、それでね、僕の方でもね、ちょっと調べたんですよね。調べたらね、本当にね、ちょっとね、あれそうなんじゃないってちょっと思っちゃったんですよね。だからね、もうちょっとね、早めにね、ちょっと一度まとめて、で、その考察動画の方のね、エピソード2に、取り掛かりたいなと思ってます。以上、ロイの紹介はこんなところになります。少しね、違ったフィカスに手を出したいとか、それでいてね、なんだろうな、僕ね、犬とかね、あんま詳しくないんですけど、アフガンハウンドとかを散歩してる人とかいるじゃないですか。ああいう人じゃないかな、ロイを好む人って。少しちょっと違うよね。なんか普通じゃないよね。僕なんかはね、フィカスっていうだけで、あれこれ何でも欲しいってなっちゃうから、僕はね、別にね、なんか特に変わったってことはないんだけど、分け隔てなくフィカスに手を出すんでね。ただなんかいろんなフィカスがある中で、そのロイに手を出す人って、やっぱちょっと普通の人とセンスが違うかなって思うね。そういう人は、普通のベンガルとかアルテシマじゃないんだよな、他のなんか違うのに手出したいなっていう人は、ぜひロイおすすめですよ。広尾の近くの天元寺橋交差点からですね、明治通りをね、恵比寿の方に歩いていったらですね、どっかのね、オフィスのね、エントランスにね、ロイをね、飾っている。そんなね、会社がね、あったんですよ。で、めちゃくちゃかっこよかったんですよ。で、その会社ね、何の会社かね、よくわかんなかったんですけど、それだけでね、そのエントランスのそのロイ、見ただけで、なんかその会社のセンスっていうの、なんかちょっと見えちゃいますよね。このぐらいね、大きければ、全く心配をすることはもちろんないんですけど、そうでなくてもね、ロイはね、丈夫なのでね、まだね、小さいのもし見つけることができたらね、多分ね、初心者の人でもね、安心して育てられると思いますね。なんていうかな、まだまだね、野生の力がね、野生の血まだまだね、抜けきれてない、その野生の血のおかげなんですかね。それとも先天的にね、強いそういう種族なのかもしれませんね。その点は安心して、初心者でも全然いけると思います。はい。今日はこんな感じで、フィカス紹介ということで、フィカスロイ、ベンガレンシスロイとか、なんかコンソシアータとか、ちょっと言わないでね、今日はフィカスロイですね。フィカスロイの紹介をさせていただきました。今日はこんな感じで。ではまた。